皆さんこんにちは。口オタ独身男の松です。今回は山口県の日本海側を巡っていきたいと思います。日本海側には萩町の日本の昔ながらの街並みや元乃隅神社や角島大橋の映えスポットなど見どころ満載な観光スポットがたくさんあるので、山口県日本海側の風景を一緒に楽しみましょう。まず最初にやってきた場所は小城城下町です。この周辺は江戸時代から変わらない美しい街並みが特徴です。しかも江戸時代末期に活躍した偉人たちのゆかりの地でもあるので、歴史と風景がダブルで一緒に楽しめちゃうんですよ。もうね、歴史好きにはたまらない場所ですよね。萩町は山口県日本海側のちょうど真ん中あたりに位置している町です。そして現在歩いている城下町は江戸時代の頃に毛利輝元が築城した萩町の城下町として栄えていた場所になります。見てください、この街並みの美しさ。この景観は江戸時代の頃からほとんど変わってないと言われています。下の道がコンクリートではなく砂の道だったら江戸時代にタイムスリップしたのかなって勘違いしそうですよ。それもそのはず。萩城城下町は2015年に世界遺産にも登録されているほどの場所です。しかもそれだけではありません。江戸時代の頃の萩町には木戸孝允や高杉晋作など明治維新を代表する多くの偉人たちが住んでいた町でもあるんですよ。景観だけではなく歴史も感じられる、まさに観光スポットとしてはこれ以上ない場所だと思います。この城下町は道が3本あって、現在歩いている道は菊屋横丁となります。菊屋横丁は白い壁や生子壁がとても美しいことが特徴的で、日本の道100選にも選ばれているほどです。そしてこの通りには明治維新の偉人の一人である高杉晋作が誕生した地もあります。私も寄りたかったんですけど、今回は時間の兼ね合いでスルーをさせてもらいました。すいません。その代わりと言ってはなんですけど、その先にある広場には高杉晋作の像が置いてあるとのことなので、とりあえず歩いて行ってみましょうか。入り口の門も風情があっていいですね。広場も広いし開放感があって、城下町を歩いて疲れた時に休憩できそうですよね。あ、早速高杉晋作さんがいるじゃないですか。結構立派な像ですね。かっけー。近くに来ると顔までよく見えるので、ここで記念撮影すると記憶に残りそうですよね。先ほど萩町城下町には3本の道があるって言ったんですけど、ここからはもう一つの有名な道、江戸屋横丁の方を歩いてみたいと思います。江戸屋横丁は黒板塀の建物が多く見られることが特徴的です。確かに先ほどの菊屋横丁と比べると雰囲気が少し違いますよね。一つの観光スポットで2つ以上の違う雰囲気が楽しめるとか最高かよ。江戸屋横丁を少し歩いてくると、高杉晋作や伊藤博文が学問を学んでいたお寺として有名な円政寺が見えてきました。とりあえず境内の中に入ってみましょうか。こじんまりとはしてるけど雰囲気があっていいですね。というわけで拝観券を購入したんですけど、券と一緒に何やら地図みたいなものも一緒にもらいました。後で地図を開いてみたんですけど、萩町城下町の全体マップになっていて、観光する時には役立ちそうですね。それに紙質もいい感じに古びているので、お土産としてもらっても少し嬉しいかもです。境内は想像していた通りやっぱりそんなには大きくないですね。ただ神社やらお寺やらが密集しすぎて情報量が多すぎる。右手に見える建物が金毘羅社です。この社殿の魅力は何といっても名探偵コナン519話に登場した天狗のお面です。なんですけど、俺はそのことを知らずにお面を撮影するのを忘れてしまいました。オタクとして恥ずかしい。その他の境内の見どころとしては、山口県で一番大きい石灯籠ですね。日本一って書いてあるのは少しわからないけど、しかもコナンの聖地だよって説明まであるし、くっそー、完全に見逃してたぜ。それはともかく、この灯籠の高さはなんと 5.07 メートルもあります。
近くで見ると本当に圧巻の大きさでした。そしてその隣には円政寺の本堂があります。伊藤博文、高杉晋作のゆかりの地ってしっかり書いてありますからね。せっかくなので俺も偉人のように頭が良くなりますようにって参拝していきたいと思います。この参拝したお寺のすぐ隣になんかおみくじが20円でできるということなんで、ちょっと私もやってみましょうか。なんだろう、あれ20円入れたんだけど、おみくじ出てこないっすくそ、こんなことあんのかよ。ちょっとごめんなさい、もう20円追加で入れてみたいと思います。というわけでリベンジ戦ということでまた20円を用意したので、次は出てくるでしょさすがに。じゃあちょはい、なんとですよ、20円入れたら今度は2枚出てきました。ちょっとこれは完全にバグってますね。まあとりあえずちょっと1枚だけ開封してみたいと思います。少々お待ちを。というわけでおみくじを引いた結果、じゃんというわけで末吉でした。まあ、そりゃそうだよ、20円でおみくじが出ないんだから大吉なわけないですよね。もうたったの20円でできるので、皆さんも参拝したら是非おみくじを引いてみてください。その他の見どころとしては、この円政寺は2015年に放送していた NHK 大河ドラマ「花もゆ」の舞台にもなった場所らしいですね。この奥にその舞台があるっぽいので行ってみたんですけど、この辺りにはお地蔵さんらしきものたちが置かれてますね。ここじゃないのかなと思って隣の道も歩いてはみたんですけど、完全に荒れ地みたいな場所しかありませんでした。舞台になった場所は分からなかったけど、やっぱり聖地巡礼って言葉を聞くとワクワクしますよね。円政寺は境内こそあまり大きくなかったけど、見どころがたくさんありすぎてめちゃくちゃ楽しかったです。というわけで再び江戸屋横丁を歩いて、今度は偉人たちの家に行ってみたいと思います。江戸屋横丁には維新の三傑の一人、木戸孝允の宮廷があります。おお、昔ながらの家の雰囲気がいい感じですね。この建物の中には100円で入ることができるそうなので、とりあえず中に入ってみましょうか。ちなみに萩城城下町には全部で9個の史跡があるんですけど、310円で共通券を購入することができるので、萩町で1日観光する人は共通券を購入することをお勧めします。じゃあ家の中を散策してみましょうか。この畳の部屋がたまりませんな。しかも一部屋一部屋が意外と大きいですよね。風通しも良さそうで、夏場に畳の上で寝っ転ぶと気持ちよさそうだな。座布団も置かれてるし、縁側でも眺めながら寝てくださいってことでしょうか。縁側のお庭もしっかりと整備されてて気持ちいいですね。あとは木戸孝允の邸宅というだけあって、木戸孝允関連の品々もいろいろと置かれてますね。さすがは明治維新の三傑なだけあって、いい家に住んでたんですね。あと一つ言い忘れてたんですけど、萩町の城下町では着物をレンタルすることもできます。街並みが本当に美しいので、着物をレンタルして写真撮影すれば SNS 映えすること間違いないですね。家族や友達と来た時はぜひレンタルしてみてください。もう昔ながらの街並みの景観がとにかく美しい。しかも道が一本一本それぞれ景観が違うっていうのもまたいいですよね。しかも明治維新を代表するような偉人たちのゆかりの地、史跡も巡ることができて、まさに一石三鳥で楽しめる場所でした。今回は時間がなくて全てを回ることができなかったんですけれども、次回はね時間を作ってぜひまた来たいなっていうふうに思える場所の一つでした。次にやってきた場所は小木城跡静木公園です。小木城は毛利輝元によって1604年に寄城されたお城なんですけれども、その後残念ながら建物類は全て解体されてしまったそうなんですよね。とはいえやっぱり城下町に来たらお城はセットで寄りたいですよね。というわけでこの目の前に見える石垣の中に入って存分に歴史を味わいに行きたいと思います。萩城は先ほどの城下町から歩いて20分くらいの場所にあります。
無料の専用駐車場もあるので、車で来られる方は車で移動した方が便利だと思います。おー、入り口には萩城を築城した毛利輝元さんの像がしっかりと置かれてますね。それを囲むような周囲の石垣もいい感じ。じゃあ早速天守閣があった場所に向かってみましょうか。しばらく歩いてくると石垣を囲む水堀が見えてきました。この中が本丸ってことになるとは思うんですけど、こうして見ると結構敷地が大きそうですよね。じゃあ石垣の中に入ってきたわけなんですけど、石垣の中、本丸は現在このように城址公園となっています。先ほど説明した通り、天守閣や櫓は解体されてしまったんですけど、石垣や水堀の一部は昔のままの姿を楽しめるらしいですね。お、天守閣跡の表札が見えてきましたね。そしてその反対側には石垣の階段があるじゃないですか。どうやら石垣の上に登れるっぽいので、せっかくだから石垣の上からの景色を堪能しに行きましょうか。石垣の上からの景色はこんな感じ。この公園は桜も有名らしいので、3月の終わりあたりに来たら、水堀の外に咲いている桜が満開になって美しい景色を楽しめそうですよね。というわけで萩城の天守閣跡地にやってきました。なるほど。また石垣を登らないといけないんですね。まあ美しい景色を見るためなら仕方ないですよね。この辺の石垣は結構劣化してるけど、この辺の石垣が当時のままの姿ってことになるんですかね。階段はいかにも最近作られた感じなんだけどね。よっしゃ、天守閣の跡地に到着です。岩が散乱している感じがいかにも天守閣の跡地って感じがしますよね。しかもベンチも置いてあるので、天守閣からの景色もゆったりと楽しめそうです。ちなみに萩城の高さはもともと 14.4 メートルで5層の天守閣だったとか。今いる場所はせいぜい5メートルくらいの高さだとは思うんですけど、それでもこれだけの景色を堪能することができます。誰もいないし、景色も美しいし、癒されるわ。ぼっち最高。でも一人旅行だと写真撮影をうまくできないのだけが心残りなんですけどね。天守閣跡地を見終わった後は公園内にある雫山神社にも行ってみましょうか。この古びた感じの鳥居が風情があっていいですね。明治23年って書かれているので、この鳥居ができてからはもう130年以上が経ってるってことですね。そりゃ貫禄があるわけですわ。雫山神社は1878年に創建された神社で、毛利元就、高本、輝元、高親、元則の5柱をご祭神として12代までの萩藩歴代藩主が祀られているそうです。狛犬の前にはしっかりと毛利家の家紋ののりもありますからね。早速境内に行ってみたいと思うんですけど、どうやら正面の橋からは突破することはできなそうですね。確かに歴史的価値のありそうな橋なので、俺なんかが渡るのは恐れ多いですからね。境内に行くためには隣にある橋を渡るようにしましょう。そしてこの階段を登れば境内ってわけなんですけど、この階段も随分と劣化してますね。階段の真ん中あたりは結構へこんでて歩きにくそうだったので、階段を登るときは足元には十分気をつけてください。おー、自然豊かな境内ですね。目の前には拝殿があるので参拝したいとは思うんですけど、拝殿の裏側にも行けるので、まずはそっちの方に行ってみましょうか。拝殿の裏側には幣殿がありました。昔ながらの佇まいをしてて、歴史を味わうことができて最高ですね。ちなみにこの幣殿の裏側に本殿があるそうです。境内にはこれくらいの建物しかないので参拝しに行きたいと思います。天守閣こそなかったけど、当時のままの石垣の姿や本丸から見渡せる水堀の風景や広大の敷地など、歴史ある雰囲気をたっぷり楽しむことができる場所でした。やっぱり城下町に来たらお城でセットで来るとより一層楽しめますよね。次にやってきた場所は松陰神社です。松陰神社は名前の通り吉田松陰がご祭神です。明治維新と関わりの深い場所らしくて、江戸時代末期から
明治初期にかけての史跡を堪能することができる観光スポットらしいので、歴史をたどる上では先ほどの場所と同じように楽しみしかありませんよね。松陰神社は吉田松陰の教え子たちの伊藤博文らによって1907年に創建されました。境内の中には神社はもちろん吉田松陰優秀の旧宅など吉田松陰にまつわる史跡が残る萩を代表する歴史的スポットとなっています。鳥居をくぐり抜けるとお店もあるのでゆったりと参拝ができそうですな。そして左側には早速歴史漂う史跡が見えてきましたよ。この石碑には明治維新帯同の地って書かれてますね。この石碑は明治維新100年を記念して1968年に建てられたものだそうです。さらに奥には吉田松陰と高杉晋作の顔をはめられるパネルも置いてますね。さらにその左側には山形有朋と伊藤博文の模型が置いてありますね。和と洋のコラボレーション、2人ともジェントルマンって感じでかっこいいな。じゃあ境内を歩いてみたいと思うんですけど、とりあえず看板に書いてあった参拝ルートを歩いてみましょうか。まず最初に見えてきたのが松下村塾です。ここは吉田松陰が主催していた塾です。たった1年の運営にもかかわらず高杉晋作や伊藤博文などの偉人を生み出したまさに超ハイパーエリート名門塾です。この場所で実際に講義が行われてたんですね。いかにも地元の塾って感じのこじんまりとした部屋がたまりません。奥には吉田松陰の銅像も設置されてますね。約180年前には本当にここで吉田松陰が登壇して勉強を教えてたわけですからね。他の方々の写真も展示されていたけど、この方々がみんな吉田松陰の教え子だったってことですよね。やばすぎでしょ。さらに奥に歩いてくると松陰神社の本殿が見えてきました。本殿の前に注目してほしいのがこの鳥居の上にある扁額です。この文字は吉田松陰自筆の文字だとか。吉田松陰は頭だけじゃなくて文字も綺麗だったんですね。俺も松下村塾に入門しようかな。鳥居をくぐり抜けてきて最初に行くところといったらやっぱり長寿所ですよね。水が流れていなかったので綺麗な水かどうかはわからないけど、とりあえず手を清めてから参拝をしましょう。目の前に見える本殿は1955年に創建されたもので、学問の神様として多くの受験生が訪れるそうです。そりゃ俺がもし受験生だったとしても超エリートを輩出した吉田松陰先生の赤を吸って飲みたいくらいですからね。私も頭が良くなるように参拝していきたいと思います。松陰神社の本殿の隣にもなんかおみくじがあったので、まあね、先ほどのところは20円だったんですけど、ここは100円なんですけど、松陰先生の教訓入りということで、ここでもとりあえずおみくじ引いてみましょうか。お、出てきました。果たして先ほどは末吉だったけど、今回のおみくじの結果はじゃんというわけで中吉でした。まあこんなに何回もおみくじを引いて効果があるのかって言われたらちょっと怪しいところはあるんですけど、吉田松陰先生のご教訓としては、勝敗は天の数にして仁義にあらずというわけなんで、まあちょっと何言ってるか私には理解ができないんですけど、境内をもう少しこの辺り散策してみたいと思います。本殿の右側には勧学堂があるそうなので、とりあえず行ってみましょうか。勧学堂では吉田松陰のご分霊が祀られているそうなので、本殿に加えてここでも参拝すればより一層頭が良くなりそうですね。続いて本殿の左側には伊藤博文と吉田松陰が描かれた大きな絵馬が置いてありますね。辰年らしいデザインがかっこいいですな。来年になったら蛇のデザインになるんですかね。どんなデザインなのか気になりますよね。そして目の前に見える社殿が正門神社です。塾の生徒と門下生がご祭神なので、この神社もまた頭が良くなるご利益がありそうですよね。本殿の反対側には松陰神社の見どころの一つである吉田松陰優秀の旧宅があります。この場所はなんと吉田松陰の実家のあった場所なんですよ。吉田松陰は米国の船に乗り込んで投獄された経歴があるんですけど、なんとか出浪して
この邸内の3畳半の一室に優秀されたんだとか。こんなにでかい家なのに、たったの3畳半の部屋に閉じ込められるとか、なかなかの拷問ですよね。ただ、そんな逆境にも負けずに頑張った結果、松下村塾を開校するんだからすごいですよね。やっぱり偉人の考えていることは常人にはなかなか理解ができないですよね。吉田松陰優秀の旧宅の隣には学びの道があって、この道には吉田松陰のお言葉を学ぶことができます。たくさんの言葉が並んでるので全部は紹介できないんですけど、松陰神社に来た時はぜひ自分の目で確かめてほしいです。ちなみに私は一つも理解することができませんでした。やっぱり偉人の考えていることは常人には理解できないですね。じゃあこれから長門の方に向かっていこうと思うんですけれども、ここからは SNS 映えするような映えスポットの紹介が中心になるので、今回の動画はここまでを前編とさせていただきたいと思います。萩町は町中全体が史跡って感じで、まさに江戸時代にタイムスリップしたような気分を味わうことができて、めちゃくちゃ楽しかったです。時間がないのが惜しすぎる。今度また時間に余裕を持ってもう一度来たいなって思えるような観光スポットでした。というわけで後編の動画は今週の水曜日に配信しますので、もしこの動画が少しでも面白いと思っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。